昭和17年3月2日、ジャワ海。その海で撮影された一枚の写真がある。AI で80年前の色を蘇らせてみる。駆逐艦の原則に救命いかだがすがりついている。乗っているのは重油にまみれたイギリス海軍の将兵。前日の海戦で日本軍に撃沈された敵兵である。だが見てほしい。甲板の上から日本の水兵たちが身を乗り出して手を伸ばしている。銃を向けるためではない。敵兵を引き上げるためである。この日、乗員220名ほどの駆逐艦イカズチは敵兵422名を救助した。自分の艦の乗員の2倍近い数である。いつ敵の潜水艦に襲われるかわからない戦闘海域でのことだった。命令を下したのは艦長工藤俊作、当時41歳。その口から出たのは、おい、助けてやれよという一言だった。なぜ彼は敵を助けたのか。20時間を超える漂流の果て、英国軍の軍医に自決用の劇薬を求める者まで出た。艦長が敵将校に英語で語りかけた異例のスピーチ。そして66年後、89歳の英国紳士が埼玉の小さな寺で流した涙。最後まで見れば、日本人が忘れかけていた本当の武士道が見えてくる。これは武士道を貫いた一人の艦長と救われた敵兵たちの記録である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。軍艦の甲板で将棋に腰掛ける一人の大男。丸眼鏡の奥の目が穏やかにこちらを見ている。工藤俊作は明治34年山形県の八代村に生まれた。後の高畠町である。家は士族ではない、ごく普通の農家の次男だった。当時の日本は小学校の書類にまで士族か平民かを書く欄があった時代。軍の士官は武士の家柄のものがなるものという空気がまだ残っていた。小学3年の春、乙米工藤の心を動かす出来事が起きる。明治43年、佐久間勉艇長の第六潜水艇が訓練中の事故で沈没した。沈みゆく艇内で最後まで部下と国を案じた佐久間艇長の責任感。工藤の通う八代尋常小学校では、この話を朝礼で全校生徒に伝え、呉の軍港に向かって全員で再敬礼をした。朝礼が終わった直後、工藤は担任の先生に尋ねている。平民でも海軍士官になれますか？先生は答えた。なれると。この日から工藤は猛然と勉強を始める。小学校創立以来の高得点を取り続け、神童と呼ばれた。そして米沢の名門工場艦中学に合格、順位3位で入学する。ここで出会った進路指導の教師我妻又次郎は、授業中工藤に英語で質問を浴びせ続けた。この時の英語が30年後ジャワ海で生きることになる。もう一つ幼い工藤に刻まれていたものがある。祖母が子守歌代わりに歌って聞かせた上村将軍の歌だ。日露戦争のウルサン沖海戦で敵艦龍陸の乗員627名を救助した提督上村彦之丞を称える歌である。敵を救った提督の歌で育った少年が、その40年後同じ選択を迫られることになる。白い口ひげを蓄えた一人の老人。柔和な、だが芯の通った眼差しをしている。後に日本の終戦を導く総理大臣、鈴木貫太郎である。大正9年、武藤は海軍兵学校に入校した。英国のダートマス、米国のアナポリスと並び、世界三大兵学校と呼ばれた江田島である。農家の次男がその門をくぐった。欧州の兵学校が貴族の指定にしか門を開かなかった時代に、江田島は学力と体力さえあれば
誰でも受験できた。身分ではなく実力。それが日本海軍だった。当時の兵学校には、士官たる前に紳士たれという教えがあった。そして工藤たち51期を迎えた校長が鈴木貫太郎だった。鈴木は兵学校の教育を大きく変えた人物である。その方針を一言で言えば武士道だった。鉄拳制裁の禁止、歴史と哲学の教育強化、出世競争を防ぐため試験の成績公表も禁止した。殴って従わせるのではなく、自らの行動で示せ。工藤たち51期はこの教えを忠実に守り、下級生を怒鳴りつけることすらしなかったという。鈴木が生徒たちに語った話がある。日露戦争、旅順、陥落後の水死営の会見。明治天皇は敵将ステッセルに武士の名誉を保たせよと命じ、降伏したロシア軍将校たちは刀剣を許された。敵に対してこそ礼を尽くす。それが鈴木の説く武士道だった。時は流れて昭和19年、兵学校を訪れた鈴木は時の校長井上重義にこう繰り返している。兵学校教育の本当の効果が現れるのは君20年後だよ。工藤が蛇和会で下すことになる決断は入校から22年後である。静かな海に浮かぶ一隻の駆逐艦。艦首には毒の番号、艦隊にはカタカナの艦名が記されている。駆逐艦イカズチ、徳型と呼ばれた吹雪型駆逐艦の23番艦である。基準排水量1680トン、速力38ノット、12センチ砲6門に魚雷発射管9門。日本海軍の建艦史上最多を誇った主力駆逐艦だ。昭和15年11月、この艦に新しい艦長が着任する。工藤俊作少佐、39歳。着任の訓示からして型破りだった。本日より本艦は和知的制裁を禁止する。鉄拳制裁は厳禁する。殴って鍛えるのが当たり前だった時代の軍隊で異例の宣言である。乗組員たちは最初軟弱な艦長ではないかと疑った。だが工藤は決断力があり、上官にこびることを一切しない男だった。身長185センチ、体重95キロ。柔道の有段者でありながら凡話で怒らない。兵学校時代からのあだ名は工藤大仏。工藤は何かにつけて宴会を開き、士官と兵の区別なく酒を酌み交わした。好物はサンマやイワシの光り物。士官室の食事にはめったに出ないので、兵員食堂まで自分の皿を持って行き、誰か交換せんかとエビや肉と取り替えてもらっていた。口癖は、やる気があっての失敗なら決して叱るな。見張りが流木を敵潜水艦の潜望鏡と見間違えて報告しても叱るどころか、その注意力は立派だと褒めた。このためイカズチの見張りたちはどんな小さな異変も先を争って艦長に報告するようになった。2ヶ月もすると乗組員たちは工藤を自負のようにしたい。この艦長のためならいつ死んでも悔いはないと公言するようになる。そして艦長を慕う見張りたちの目が2年後の蛇和会で漂流する422名の命を見つけ出すことになる。発射管から今まさに魚雷が飛び出した瞬間、甲板の乗組員たちが白い鉱石の先を見つめている。イカズチの領艦、駆逐艦、稲妻である。昭和16年12月8日、太平洋戦争が始まった。開戦時、イカズチは香港の海上封鎖の任務についていた。陸上砲台の射程内で周囲に砲弾の水柱が上がる中、工藤は慌てる様子もなく部下に総監を任せ続けた。乗組員たちは言い合ったという。この艦は沈まない。年が明けて昭和17年2月、部隊は南方に移る。ジャワ島の北、スラバヤ沖。団員の制海権をめぐり、日本艦隊と英米連合の連合軍艦隊が激突した。結果は日本側の圧勝だった。連合軍は次々と艦を失い、3月1日には A 従順エクスター、A 駆逐艦エンカンカー、米駆逐艦ポープがイカズチも加わった日本艦隊の攻撃で一沈される。東南アジアの連合軍水上部隊はこの海戦でほぼ一掃された。だが
勝敗が決した後の海に何百人もの敵兵が取り残されていた。沈没艦から流れ出した重油の海を惑う英国の将兵たち。ジャワ海に彼らを救いに来る連合軍の艦はもう一隻も残っていない。絶望の漂流が始まろうとしていた。英毛をかぶった若き英国海軍士官、あどけなさの残る顔に静かな笑みを浮かべているサムエル・フォール、当時23歳。撃沈された駆逐艦エンカウンターのヘマ術士官である。66年後、89歳で埼玉の小さな寺を訪れる英国紳士とは彼のことだ。フォールは艦長と共にモーターボートでエンカウンターを脱出した。だが直後に砲弾を受けてボートは大破。彼は艦長と共にジャワ海へ飛び込んだ。間もなく一隻の日本の駆逐艦が近づき、ヘマをこちらに向けた。固唾を飲んで見つめる漂流者たち。だがその艦は何もせずに去っていった。ここから長い漂流が始まる。9名浮舟に5、6人で捕まり、首から上だけを海面に出す。見渡す限りの海。陸からは150海里、およそ280キロ。食料も飲み水もない。海面を覆う重油で多くのものが目をやられ、一時的に見えなくなった。そして海の下にはサメがいる。フォールはオランダの飛行艇がきっと救助に来ると信じていた。だが一夜が明けても空に味方の機影はなかった。夜明け前、彼の心は折れ始める。死後の世界を思い、優しかった祖父に会えることを願うようになっていた。3月2日の朝、赤道近くの海は日が昇るとたちまち灼熱に変わった。仲間の一人がついに耐えられなくなり、英国軍の軍医長に自決用の劇薬を求め始めた。軍医長はこの時、全員を死なせてなお余るほどの劇薬を携行していた。死はすぐそこまで来ていた。その時、水平線に一隻の軍艦が現れる。日本の駆逐艦、イカズチだった。海面に連なる救命いかだの列。ひしめき合う男たちが一斉にこちらを見上げている。昭和17年3月2日午前、単艦で航行中のイカズチに身張りから次々と報告が入った。浮遊物は漂流中の敵将兵らしきもの。漂流者400以上。何でも艦長に報告する身張りたちである。双眼鏡にいたのは前日に撃沈したエンカウンターとポープの乗員たちだった。工藤はすぐには動かなかった。潜望鏡は見えないか。見張りと探針員に敵潜水艦の気配を再三確認させる。この頃のジャワ海は連合軍の潜水艦が潜む危険な海だった。前日には輸送船鴨川丸が撃沈され、工藤の兵学校時代の教官清水岩尾大佐が船と運命を共にしている。停船して救助を行えば、イカズチは敵潜水艦の格好の標的になる。国際法上、敵の漂流者を放置しても違法ではない。英国海軍の規定でさえ、危険海域での救助は遊軍でも義務ではなかった。見捨てても誰にも責められない状況である。だが、敵潜水艦がいないことを確認すると、工藤は言った。おい、助けてやれよ。マストに救難活動中の国際信号機があなる。司令部への無電が打たれた。我、ただいまより敵漂流将兵多数を救助する。許可を求めたのではない。救助すると通告したのである。そして日本海軍史上極めて異例の号令がかかった。一番砲だけ残し、総員敵敵者救助用意。戦闘中の軍艦が主砲一門を残して全員救助に回る。乗組員の中からは声も上がった。艦長は何を考えているのだ。戦争中だぞ。当然の声である。だが、その声は工藤への信頼の前に静かに収まっていった。この時、工藤の胸に何があったのか、記録は残っていない。ただ、彼は幼い日、祖母の子守歌で育った。日露戦争で敵艦龍陸の乗員627名を救った上村将軍の歌である。40年の時を超えて、同じ海の上で、子守歌の中の提督と同じ決断が下された。フォールはこの時のことをこう語っている。
機銃掃射を受けて、いよいよ最後を迎えるとさえ思いました。ところが、イカズチの方は一切我々に向けられなかったのです。イカズチから救助艇が降ろされ、原則に縄ばしごが次々と降ろされた。工藤は専任将校に救助全般の指揮を任せ、5艦班と中艦班にもそれぞれ指揮官を立てた。中艦班で指揮を執ったのは、米術長田上俊三中尉24歳。この名前を覚えておいてほしい。45年後、この物語の鍵を握る男である。救助に当たった佐々木閣次一等水兵当時21歳の証言が残っている。イカダに向かって上がれと怒鳴り、縄ばしごを出しても誰も上がらない。代わりに衛兵からロープを送れという手信号が返ってきた。ロープを送ると、イカダの上のビアタルのような体格の将校に巻きつけられ、この人を先に上げてくれという合図が来た。5人がかりで引き上げたその人物は、負傷したエクセターの副長だった。続いて、エクセター艦長、エンカウンター艦長。その後は、敵兵が我先にと殺到し、一時はパニックになった。だが、救命胴衣をつけた英国の青年士官が後方から号令をかけると、列はたちまち整然となった。イカズチのそばは、自力で上がれるものを先に上げようとした。だが、衛兵たちは、頑として応じなかった。彼らが艦に上がった順番は、最初に両艦長、続いて負傷兵、そして高級将校、下士官兵、最後が青年士官たち。佐々木は、さすがイギリス海軍士官、と思ったという。一方、海面では悲劇が続いていた。浮遊木材にしがみついた重傷者が、最後の力でイカズチに泳ぎつき、乗組員の支える竹竿に触れた途端、安心したのか、力尽きて、次々と海中に沈んでいく。甲板の乗組員たちは、涙声で、頑張れと叫び続けた。見かねた2番砲塔の斉藤光一等水兵が、独断で海に飛び込んだ。続いて2人が飛び込み、立ち泳ぎをしながら、沈みかける重傷者の体にロープを巻きつけていった。この光景を艦橋から見ていた工藤は、新たな命令を下す。重傷者は内科艇で艦尾に誘導し、デリックを使って網で吊り上げろ。弾薬を運ぶための機重機が人命を引き上げる道具に変わった。イカズチはその後も終日海上の生存者を探し続けた。フォールの証言によれば、遥か遠くに一人の生存者を見つけても、必ず艦を近づけ停止し、乗組員総出で救助したという。こうしてこの日、イカズチが救助した敵兵は422名に上った。乗組員220名ほどの艦に自分たちの2倍近い数の敵兵。イカズチの甲板は立水の余地もなくなった。駆逐艦の甲板に座り込む大勢の男たち。頭に白い布をかぶり、中には笑顔を見せる者さえいる。イカズチの甲板に収容された英国将兵たちである。フォールの証言が救助直後の光景を伝えている。水兵たちは我々を取り囲み、嫌ががりもせず見守っていました。それから木綿のウエスとアルコールで油を拭き取ってくれたんです。しっかりと、しかも優しく、全く思いもよらないことでした。重油と汚物にまみれた敵兵の体を貴重な真水とアルコールで洗う。当時の日本にとって石油の一滴は血の一滴。真水も燃料も毒味員が日々切り詰めている命の資源である。それを工藤は惜しげもなく敵兵のために使わせた。フォールには緑のシャツとカーキの半ズボン、運動靴が支給された。遠い椅子を差し出され、温かいミルクとコンビーフの接待まで受けた。彼は夢ではないかと自分の手を何度もつねったという。救助の安堵から衛兵たちは水をガブ飲みした。その量は実に3トン。便意を催す者が続出すると、工藤は原則に張り出し、便所まで作らせた。赤道の太陽が照りつけると、今度は全甲板に天幕が張られた。これでイカズチの手法はすべて使用不能になった。敵が現れても反撃すらできない。それでも工藤は止めなかった。やがて救助された士官たちが全甲板に集められた。艦橋から降りてきた工藤は端正な挙手の敬礼をする。そして流暢な英語でこうスピーチしたと伝えられている。
書簡は勇敢に戦われた。今や書簡は日本海軍の名誉あるゲストである。私は英国海軍を尊敬している。だが、帰国政府が日本に戦争を仕掛けたことはもどかなことである。中学時代、教師の我妻又次郎に毎日浴びせられた英語の質問。あの特訓が30年後のジャワ海で生きた瞬間だった。ポトーに横付けされた白い大型船。桟橋では大勢の人々が根箱を積み込んでいる。オランダの病院船オプテンノールである。救助された422名の英国将兵はこの船に引き渡されることになる。その前日、修女の日の夕方のこと、艦隊の指揮官高橋異房中将はエクセターとエンカウンターの両艦長を旗艦の従順足柄へ自乗させるよう雷に命じた。舷門で見送る工藤と両艦長は固く手を握り合い、互いの武運茶雅球を祈り合ったという。そして足柄へ接近してくる雷を双眼鏡で見た高橋中将は甲板を埋め尽くす敵将兵の多さに唖然とした。海軍に入っていろいろなものを見てきたが、この光景は初めてだ。そばにいた参謀の山内栄一中佐は工藤と兵学校の同期である。工藤は兵学校時代からのあだ名が大仏であります。非常に情の深い男であります。旗艦の艦橋に笑いが起きたという。翌日、雷はボルネオ島のバンジャルマシンに入港した。422名の英国将兵が病院船オプテンノールへと移っていく。その時、誰も予想しなかった光景が生まれた。異常する英国士官たちが雷のマストに翻る軍艦機に挙手の敬礼をしたのである。さらに向きを変え、艦橋脇に立つ工藤にも敬礼をして艦を去っていった。工藤は一人一人に丁寧に答礼をした。兵たちは気ままなもので、雷に向かって大きく手を振り、体いっぱいに感謝を表していた。負傷したエクセター副長以下の重傷者は担架で移された。工藤は副長が艦内で療養する間、当番兵をつけて世話をさせていた。別れの時、副長は涙をこぼしながら工藤の手を握り、感謝の言葉を繰り返したという。撃沈された者たちが自沈した艦の旗に敬礼して去っていく。戦争の歴史でもめったに見られない光景だった。在りし日の雷の姿である。救助から5ヶ月後の昭和17年8月、武藤は雷の艦長を退き、領艦だった駆逐艦日比の艦長に転出した。工藤が去った後も雷は最前線で戦い続ける。第3次ソロモン海戦では命中弾を多数受けて大破し、19名が戦死。修理を経て船団護衛の任務に就いた。そして昭和19年4月13日、グアム島の南方、輸送船団を護衛していた雷に、米船水艦ハーダーの魚雷2本が命中する。船体は2つに折れ、わずか4分で海に沈んだ。生永邦夫艦長以下、泥組員238名、全員戦死。あの日、縄ばしごを下ろした手も、竹竿を支えた手も、涙声で頑張れと叫んだ男たちも、すべてが海に消えた。助かった者は一人もいなかった。その夜、武藤は夢を見たという。雷の元部下たちが、艦長と叫びながら駆け寄ってきて、自分の周りに輪を作り、静かに消えていく夢である。工藤は飛び起きた。雷が沈んだことを、まだ知るはずもない夜だった。422名の救助は、戦時中、国民に公表されることはなかった。敵兵を助けた話が、美談にならない時代だったのである。そして戦後も、工藤は自ら語ることを一切しなかった。家族にすら生涯打ち明けなかった。妻の佳代夫人さえ知らなかったという。なぜ語らなかったのか。あの日の部下たちは一人残らず海に眠っている。自分だけが生き残り、武勇伝のように語るわけにはいかない。そんな思いが工藤の口を閉ざさせたのかもしれないと言われている。忘れてはならないことがある。同じ戦争の中では、ドリオへの虐待や処刑も現実に起きていた。すべての日本軍が工藤のようだったわけではない。だからこそ、危険を承知で敵兵422名を救ったあの日の決断は、
戦争の闇の中でひときわ強い光を放っている。終戦は工藤の人生を一変させた。公職追放となった工藤は故郷高畑の妻の実家に身を寄せ、苗木の挿し木などをして小僧と収入を得た。敗戦で世間の軍人への目は180度変わり、戦争責任のすべてを職業軍人に押し付ける風潮が広がっていた。だが故郷八代村の人々だけは変わらなかった。元海軍下士官の二階堂慶三はこんな話を村人に繰り返している。水平だった頃、停泊中の雷に艦長への表敬を申し出て、兵の分際で何事かと下士官に怒鳴られたことがあった。そこに通りかかった工藤は、二階堂君ではないかと彼を艦長室に招き入れ歓待してくれたという。工藤が自転車で兄の家を訪ねる道すがら、村人たちは農作業の手を止めて頭を垂れた。1955年、工藤は埼玉県川口市に移り住む。妻の姪が開業した医院で事務の仕事に就いた。駆逐艦長だった男の静かな第二の人生である。やがてイカズチの旧部下たちが工藤の所在を探し当てて訪ねてくる。真っ先に来たのは修女の日に艦長伝令を務めた佐々木閣次だった。玄関で、艦長、戦時中はお世話になりました、と言ったきり、あとは声にならず、ただ涙を流した。工藤は黙ってその肩を叩いた。それでも工藤は海上自衛隊や大企業からの誘いをすべて断った。同機会にすら顔を出さなかった。日課は毎朝戦死した部下と同期の冥福を祈り、仏前で手を合わせることから始まった。楽しみは妻の注ぐ晩酌だけだった。1979年1月12日、工藤俊作は胃がんのため78年の生涯を静かに閉じた。最後の床に同期の大井敦たちが駆けつけると、工藤はこう言って目を閉じたという。貴様たちは大いにやっているようだな。俺は鵜殿の大木だったな。鵜殿の大木、体ばかり大きくて役に立たないという自重である。身長185センチの大男は最後まで自分の功績を語らなかった。422名の命を救った男は世に知られることのないまま、川口市の薬林寺に静かに葬られた。だが、海の向こうに、この男を一日も忘れたことのない人物がいた。救助されたあの23歳の青年士官フォールは、その後、3年半の捕虜生活を送った。収容所では勉強が許され、彼はオランダ語やマレー語を学んだ。終戦の年の10月、フォールは故郷、イギリスへ帰還する。そして、エンカウンター最後の戦闘での勇敢さで、主君十字章を受章した。諸君は勇敢に戦われた。工藤があの日かけた言葉は、英国の公式記録が証明する事実となった。戦後のフォールは外交官として活躍する。駐クウェート大使、駐スウェーデン大使などを歴任し、ナイトの称号を受けて、サー・サムエル・フォールとなった。だが、どれほど時が流れても、ジャワ会で自分を救った艦長のことが忘れられなかった。一日として彼のことを忘れたことはありません。フォールは工藤の消息を探し続けた。1987年、フォールは米海軍の機関紙プロシーディングスの新年号に7ページにわたる論文を寄稿する。タイトルは武士道。敵だった英国人が自分を救った日本人艦長を武士道の体現者として米海軍の軍人たちに紹介したのである。この論文が思いもよらない縁をつないだ。読んだのはイカズチの元砲術長田上俊三。あの日24歳で中甲板の救助指揮を取った男である。45年の時を超えて救った側と救われた側がつながった。だが同じ頃、フォールは知らされる。工藤俊作が8年前にすでにこの世を去っていたことを。それでもフォールの思いは止まらなかった。1992年、ジャカルタで開かれたスラバヤ沖海戦50周年の式典。記念公演に立ったフォールは、工藤の行為を日本武士道の実践と称え、会場は万来の拍手に包まれた。1996年に出版した自伝の関東人にこう記した。この本を
私の人生に運を与えてくれた家族、そして私を救ってくれた大日本帝国海軍中佐工藤俊作に捧げます。1998年には A タイムズ紙に一文を投稿する。天皇陛下の訪英を翌月に控え、日本軍の元捕虜たちによる反対運動が高まっていた時期である。元日本軍の捕虜として、私がなぜ旧敵との和解に関心を抱くのか説明申し上げたい。そう書き出して自らの体験を語ったこの投稿は、日本への批判の声を静かに変えていった。今も彼がそこに立ち、私たちに語りかける姿が見える。残る願いはただ一つ。工藤の墓前に立ち、直接礼を言うことだった。花に包まれた墓の前で手を合わせる一人の老紳士。その姿を大勢の報道陣が見守っている。サー・サムエル・フォール、89歳。この一枚にたどり着くまでには長い旅があった。2003年10月、フォールは初めて日本の土を踏んだ。84歳になっていた。あの救助から61年が過ぎていた。来日を知った外務省と海上自衛隊はフォールを観艦式に招き、一隻の護衛艦に迎え入れた。その艦の名はイカズチ。あのイカズチの名を受け継いだ4代目である。イカズチの士官室でフォールは語った。自分や戦友の命を救ってくれたイカズチ艦長のご遺族にお礼が言いたい。できれば工藤中佐の墓前に自分の著した本を捧げたい。この旅でフォールは北海道の稚内に住む田上俊三も訪ねている。あの日中甲板で救助の指揮を執った元砲術長との61年ぶりの再会だった。だが肝心の工藤の墓も遺族も所在がわからない。フォールは敵兵を救助せよの著者となるめぐみ龍之介に調査を託し、後ろ髪を引かれる思いで帰国した。依頼を受けた兵はわずか3ヶ月で遺族を見つけ出す。2004年12月には墓の所在も明らかになった。埼玉県川口市薬林寺。そして2008年12月7日、89歳になったフォールは再び日本へやってきた。護衛艦イカズチの乗組員が見守る中、老紳士はついに工藤俊作の墓前に立った。そして英国紳士は日本式に手を合わせて祈った。あのジャワ会の朝から66年9ヶ月。夢ではないかと自分の手をつねった23歳の青年は、89歳になってようやく恩人の眠る場所にたどり着いた。フォールは語っている。小さな駆逐艦で私たちを救助し、丁重にもてなしてくれた恩はこれまで忘れたことがない。勇敢な武士道の精神を体現している人だった。翌日の東京では英国大使や海上幕僚長が参列し、工藤俊作の顕彰式典が海軍式で執り行われた。死後30年を経て工藤の武士道はようやく世の知るところとなった。2014年2月、サムエル・フォールは95歳でこの世を去った。95歳の誕生日を迎えたその翌日のことだった。工藤俊作、山形の農家に生まれ、神童と呼ばれた少年は、武士道を掲げる教育の中で海軍士官となった。そしてその教えを戦場で実践してみせた。昭和17年3月2日、ジャワ海、乗員220名ほどの駆逐艦イカズチは、敵潜水艦の危険を承知で停船し、漂流する敵兵422名を救い上げた。英国海軍の規定でさえ義務とされない救助だった。重油にまみれた敵兵を貴重な真水で洗い、食事と衣類を与え、名誉あるゲストと呼んだ。そして工藤はこの行いを死ぬまで語らなかった。妻すら知らない沈黙の武士道だった。それを世界に伝えたのは救われた側だった。サムエル・フォールは60年以上恩を忘れず、工藤の行いを武士道と呼んで世界に発信し続けた。日本人の誇りを敵だった英国人が証明したのである。工藤俊作の墓は埼玉県川口市の薬林寺に今もある。フォール教が花を捧げたその墓に誰でも参ることができる。故郷の山形県高畑町には県庁碑が立ち、盛岡市の正寿寺にはイカズチ乗組員の慰霊碑が立っている。イカズチの名は
海上自衛隊の護衛艦イカズチに受け継がれた。工藤の墓前にフォールを案内したのも、その乗組員たちだった。名前とともに、精神もまた受け継がれている。鈴木貫太郎は言った。教育の本当の効果が現れるのは20年後だよ。と、人を殴らず、行動で示し、敵にも礼を尽くす。その教えは22年後、ジャワ海で422の命になった。あなたが工藤と同じ立場なら、同じ決断ができただろうか。あなたのご家族やご親族にも、海軍で艦に乗った方がいるかもしれない。語り継がれている話があれば、ぜひコメントで教えてほしい。工藤を育てたこの精神は、戦後、大きく姿を消した。GHQ の占領政策で、修身の授業は停止され、幼い工藤を突き動かした佐久間貞張の物語も教科書から消えた。武士道は軍国主義と一括りにされ、封印されたのである。だが本当の武士道とは、敵を憎む心ではなかった。敵の命にすら、礼と情けを尽くす心だった。80年前のジャワ海で、工藤俊作がそれを証明している。戦後、私たちが手放してきたこの精神を、今一度思い起こしてみてもいいのではないだろうか。敵にすら敬意を尽くした先人たちの誇りの上に、今の平和な日本もある。私たち日本人は、工藤俊作という男がいたことを忘れてはいけない。カラーで蘇った。写真の中で彼らは、確かにそこにいた。敵の命さえ救い上げた誇り高き人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価チャンネル登録で応援よろしくお願いします。